そろそろ名前間違えようって担当者がいっぱいいるんですよ。はい。フォアグラロース。はい。それは一口で。お願いします。はい。ちょっと待って。最終島のサバなんやけどね。最終島のサバですか。まあ最終島ってはまあこういう形でサバね。はい。あ、結構いいですよね。これが竹崎の渡り貝。はい。有馬だ。付き引きしとるのはさっきので返信して。はい。
普通のお寿司の卵です。予約が多い時は2枚で少ない時は1枚。はい。水と酒ですね。はい。で濃い口と薄口。ああ、本当ですか。何名様になられました？はい、かしこまりました。はい、お待ちしております。ありがとうございます。はい、失礼します。
忙しいのはね、なんだろうねね、真面目な努力が報われるんやろうね。はい。
入りになってます。終えた。申し訳ありません。はい、またお願いいたします。はい、ありがとうございます。全然もう今日売り切れてしもうた。またお願いします。はい。3分待ってるし。引きこもってたからね。はい。はい。フグだけ正月ね、みんな注文もらうんよ。で買って帰る。そう、取りに来てもらう。今度じゃあ宣伝させてもらう。先生まだ今用意してないですね。はい。はいで、すみません、もう今日は完売してしまったんですよ。すみません、またよろしくお願いします。はい、失礼します。
はいどうぞ。3名様ですね。お時間何時がよろしいですか。お客様3名様。はい。ですね。今年どうかなって思う。そうですね。ね。本当だ。おいらっしゃい。これ天然のヒラマサやからね、ちょっとまだ今時期的に赤っぽいよ。夜はね、本当はよ、もうプラスになる。パンと変えたいんだよ。ただその。全く来てる私が。はい、お願いします。あ、これ松茸入れないと。あ、待って。で上がったのよ。もう1ヶ月で3万6千円上がったので。今までの本当トラウマになってるんだけど、この宣言して、このぐらいまで逃げて、俺暑いけど、先。買い足し。先生お見えです。はい。あ、私ここにあります。
先生のとこのノブベロちょっとゆっくりめでお願いします。だから一つだけ。これちょっと見るから23を押してみましたって23億持ち歩きやろ。いや今23はい、ありがとうございました。あ、そしたら味まで久しぶりです。パンサーの競技を見てほしい。もうリスクはありすぎて上がっても嬉しいしね、下がっても嬉しいです。縁側からここで今トラフグね。俺が考え確認を取る。はい。明日取ってないと結構離れた方が回収。0.13ぐらい。こちらの下のこのおちょこですね。おちょこ開けていただいて、最初こちらかぼすだし、すだちを使わずにそのまま入れて飲まれてください。ですだちを使われる場合はですね、おちょこの縁にですね、ぬっくり注いで召し上がってください。わからない。冷蔵庫にあるし。飛びついてる。全く糖尿病に対してはいいと思うね。それがよ、実現したらいいな。ね、まあ、あれ。納豆。めっちゃサインが。た美味しい美味しい。よかった。はいよ。いや、松田も小さい。ちょっと変化球。はい。フォアグラの。はい。それは一口でパッと。これはね、パクチーじゃないやん。いやミランって言おうと思います。これ誰だ。あったかいうち早めにね、ただの白子。こうやって言う。そろそろ名前間違える。はい。お父さんはネギトロ早めにね。いや、僕もすげえ、お前もなんか持ってきたのかなと思って。やっぱり場所がこんなとこだからね、最初はお客さんも来てくれないし、なかなか大変な時期だったですよね、最初はね。
く。じゃあ今日も頑張っていきましょう。シャッ。あ。じゃあな。創業は江戸の末期の天保元年、西暦ですと1830年。最初は京橋で土壌をやってまして、で明治になってこちら移ってきました。それで、土壌に限らずさまざまな魚料理を中心にご提供させていただく中で、先代があんこを使った鍋っていうのをご提供しまして、でそれがこの神田っ子の口にあって受けたものですから、皆様あんこ鍋の注文っていうのが、集中しまして、それで以後あんこ料理専門店に業態を少し変えまして現在になっています。昭和の初期の時はまだあんこが主体ではありましたが、他のものもご提供してましたね。戦後にもうあんこ一本に絞りました。1つ目はこちらの肝ですね。あん肝。この皮ももう一つに入ります。これは卵巣。胃袋も一つですね。最初に落としたヒレもそうです。この頬肉、顎の力強いんで、ここの頬肉も大きく発達してます。最後はこの大身と呼ばれる身なんですけども、それで7つに数えられてますが、それ以外の部位に関しても、全て食べられます。あんこって言って皆さんあん肝のイメージが強いので、肝を求められる方が多いんですけども、しっかりと調理したあんこの身
に関しては、白身は白身の美味しさ、胃袋は胃袋の美味しさ、卵巣は卵巣の美味しさ、それぞれ部位ごとに味わいや食感の違いますので、そういったこのあまり注目されてないあんこの身に関しても、あんこ丸ごと美味しいと、魅力的に感じてもらえるようにしていきたいなと。大体8キロから12キロぐらいで、わがまま言って回してもらってますね。あんこに罪はないですけども、大きいとあんまり弾力が失われたりしますね。これもちょっと大きめのあんこでしたね。巨大な木も出てきたりしますけれども、ばらつきが多いので、安定的にいいのは、8キロから12キロぐらい。北海道のキロ2万ぐらいしますね。多少の個体差はあるので、これは本当に広かったですね。アクが臭みの原因になるんで、この白いタンパクの情報質とかはしっかりと取ってということで臭みが抜けて、であんこ本来の旨味を引き出すことができて、うちみたいな醤油仕立ての割り下でもすっきりと美味しく召し上がっていただけるあんこになります。
体65年ぐらい前の写真になりますけども、私の父がまだ幼少の頃ですね。おそらく昭和33年ぐらいの写真だと思いますね。祖父にあたる5代目で、ひいおじいちゃんの4代目ですね。多分まあ半袖ですし、おそらく9月のあんこう開きの時の写真だと思いますけれども、まあ先代にも見守ってもらって営業していきたいので、ここに飾らせてもらってます。中華？中華？いや、いいよ。6名様でございます。今4名。はい。じゃあ6名様はじゃあ先にお入りになられますか。中におりますのでね、お席ご案内でこの札をお持ちいただけますか。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。話せるところが一番こうね。すみません、こちら3人前の嫁いで13年目です。いや、私なんかそんなに覚悟もないまま嫁いじゃったところがあって、それで三女を産んだ5年前、少しこう人手不足の年があって入ったんですけど、当然もう私は最初から分かったんですで、やらなきゃいけないことがあるので、なんか見習いのつもりではいられず、いろいろこう見て学ばせてもらってます。40歳ぐらいから出てますので、もう30年ぐらい、5代目からお客様どうぞ。お待たせいたしております。当館のあんこう鍋お召し上がりいただいたことございますか。毎年。かしこまりました。恐れ入ります。ありがとうございます。名前変わりましたですね。今。はい、54番様お揃いです。大きさによってまあいろいろですけど。はい。はい。もう少し今フォンドをお付けしますので少々お待ちくださいね。おごりでございます。
お客様は結構シビアですから、やっぱりこう初めて来てくださる方もこのあんこ鍋美味しいねって言ってもらえるように、これから冬場は初めて来てくださる方が、とか紹介とかで来てくださる方が多いですけれども、お客様にもこうあんこの魅力をお伝えできるように、あんこって美味しいんだねって言ってもらえるように。本来ご存知のようにあんこって泥臭さのね深海魚ですから、時間をかけて臭み抜きという作業をしますので、このかつお昆布にお醤油味で召し上がっていただけるんですね。ここまで手間かけて初めて、醤油だけでも美味しく召し上がっていただく。Asli yang kemarin Anda 50年昭和50年だから1975年今来てた楽しいです基本的には違います小麦とかあん肝とかってどこでも食べられると思うんですけど、その質が違います。この季節、この場所でしか、このお店でしかっていう部分によってはほら醤油味ってこうしかないからうちはあんこを情熱かけてやってますけど、文化性がまだ備わってはないと思うので、美味しさは当然のことながらそういった文化性も高めて和食の中の一役を担えるような食材やお店で選ばれればなと思います。60番様です。はい。吉田君、自分の関西にしちゃいました。お金も入れて要するに明治大学魅力やっぱおかみですね2番目はね、食べ終わった後のおじや、あれが私大好きなの、で3番目が鍋。東京で唯一無二だからね。先週も来てね、コロナ前に一度来て、でコロナが流行っちゃって来れなくて、それで5年ぶりぐらいにお邪魔してますね。来たくてしょうがなかったね、お約束通りにね、皆様でいらしてくださって。メインディッシュっておっしゃるお客様も多いくらい、はい、このおじやはですね、人気でございます。ありがとうございます。はい、美味しいお塩を作りできます。強めのモザイク強めのモザイク美味しいタレをですね、ご飯がしっかり吸いますように、わざとご飯は冷やしてというか、これで温かいご飯を入れますと染み込みが悪いですので、じっくりと、ご飯が吸ってくれるのを待ちます。ですのでこのままちょっと触らないでお待ちいただけますか。品悪いもんな。ありがとうございました。ありがとうございます。伸ばす24日ぐらい。そんぐらいやろ別に。直前やった直前からそれもあるわ。あれごときでそんなキャケ取ったらもうお願いしますよって思う。そうだね。これが美味しいですね。あるけどペロッと食べちゃうんだろうな。
多めに作りちゃったかもしれません。そうですか。いやいや、嬉しい嬉しい。じゃあお客様こちらですね。卵固まったところととろっとしたところですね。ちょっとこうバランスよく。うわ、うまそう。これが美味しいですよ。はい、はい、じゃあこちらちょっと召し上がってみてください。新香がまたうまそうやね。全部ね手作りですから。ですよね。はい。美味しい。いかがですか？美味しい。これは美味しい。今までのなんかみたいな感じですよ。主役これじゃないんだよ。美味しいね。私もその言葉を聞く楽しみで作りがいがあります。ごゆっくりお楽しみくださいませ。ありがとうございます。失礼します。明治大学だから明治でそれで紹介したんです。こういう若い人だとサンプルなんですよ。気持ちがそれあとこっち
俺も一緒に行くわよ。でもこれもいきましょう。本当今円安だから。もうはい、昨日も来て。切れだけしないんじゃん。はい、伊勢海老です。まず時間間に合ったらこれませんか。11番さん、大体お任せしたらもう間違いないので。はい、お待たせしました。東京から10年以上来てる。何食べても美味しいので毎回お任せですね。やっぱイカが美味しいかな。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。これ良かったよ。関東から来ましたミラク最高。ありがとうございます。ここはそれこそできた。色が6個くらい。6個。はい。おいしそうですよ。これ5種にあげる。半分で。はい、半分。はい。タコもあったね。タコあります。全然きとね。全然きと。まあ安く書いたら。身が破れたりとか。映像的にも。いや、で、その。鹿児島牛を6枚もお願いします。お兄さんの人は丁寧すぎる。あ？ああ、僕ははい。
ちょっと大きい牛やったよね。まあでも大きい方が、これぐらいの方が品物はいいですね。じゃあ1080円です。あったら多分見抜いたらああ。これで全然違う。3杯あって1杯はそれも2杯は自分が生ダコ作るんですね。こういっぱい身を入れてる、カニが。テイクアウトもうちの荒にめちゃくちゃ出るもんね。あ、そうですか。こうやったら真ん中に。これも本当遠方からよう皆さん食べてくるもんね、この生ダコは。そうですね、いろんな人と会ってる。
千田さんのあれやりあるイカシューマイ作ると思ってで泳いでるのを急速冷凍してもらってるんですよ、時々イカシューマイ作るんですけど市販のより手作りの方がやっぱり本当にシンプルにイカだけなんでそれとミラクルに変えるまで、コロコロ入れますコロコロが美味しいです。ありがとうございました。失礼します。これじゃあ開けたままでいいですか。じゃあ閉めといてお願いします。はい、すみません。他の店があんまり小鉢で出さないようなものを
も大きかったけどちょっとちっちゃいぐらいです。3枚おろしで。はい、すみません。はい。こちらのさ、うちらってこちらの中だったらですね、はい。一番うまい。これがですか。じゃあこれもいいですか。はい。もうこれこのままで。スイス切ってスライスしてもらって、あとポン酢とネギをおろすか、柚子胡椒で食べて。ありがとうございます。2つもらっていいですか。はい。食べたことがない。はい、いらっしゃい。臭みないんですか。はい。臭みない。まあまあ、というか、ヒラメとかと一緒。これ試しに1個これ買っていいですか。あ、はい。はい、400円ですね。はい。ごまだれですか。なるほど。刺身ももうごまだれでかけて食べて。面白いです。あ、大丈夫です。すみません、ありがとうございます。すいませんありがとうございますさあ、帰りまたお願いします。はい、ありがとうございます。えらいごっつい車乗ってたからびっくりした。内臓だ。やっぱり今自分がしようけど、やっぱりこう社員とかそういう時でも失敗するけ、これをしとったら全然ネタが出るんです。よろしくお願いします。あ、もうはい、昨日も来て、はい、食事させてもらいました。お刺身が僕一番やっぱり好きで、あとは白子が一番大好きですね。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。これ。外すっていう、そうですね。ニンニクをさ。
これが1個がたまにこうそうすることによって使うけどもだから俺は楽しいよ。俺は楽しい。これもいきましょう。あとスライリのありがとうございます。うわどうしよう、どれから食べたらいいんだろう。香り七草がゆを食べる何の日ですか？七草がゆです。安マットが安マットないか分かんない。七草がゆ食べてありがとうございます。すいません。ステーキサラダがあります。はい、いらっしゃいませ。おーい、お待ちしておりました。どうも、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。これ良かったよ。すみません、ありがとうございます。いただきます。すみません。今年もよろしくお願いします。すみません。ハンバーグです。ハンバーグです。はい。すき焼きのハンバーグ。これあと塩お願いしていい？わさび乗ってて塩。はい、いらっしゃいませ。お疲れ様です。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。生ですか？はい、ありがとうございます。これね。はい。
い、いらっしゃいませ。しました。はい、11番さんウニ豆腐。スラキが4番さん。おー、いらっしゃいませ。はい、お願いします。いただきます。完全におった。わ、すいません、ありがとうございます。美味しいです。大体お任せしたらもう間違いないので、もうお任せで、はい。いただきます。ありがとう。あ、すごいプリプリ、美味しい。ありがとうございます。もう正月の盆が全部来たんじゃないその時代や。普通あれでしょ、はい、前の日の魚するんですけど、うちその日の全部鮮度でいくんで。そうなんですね。だけどもうめちゃくちゃあれだけでみんなつまみで飲んでる。はい、お待たせしました。2番さんお呼び。2番さんお願いします。野口さん元気ですか？体調は大丈夫ですか？年末年始休めました？で、月火水休もうかと思ってた。もう今ずっとぶち続けなんです。野口さんすみません。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。ご新規さん7名いただきます。あ、最初のところだけお願いします。大丈夫です。
噌汁があります。大丈夫ですか？よかったです。そんな素敵な部屋があるんで。こんなおしゃれなやつ。はい、2番さん。一家何万円してました。はい、伊勢海老。全然邪魔なんかじゃないですか。あとすぐ2番これ。まあそうですね、東京から来てますね。もう 10年以上来てる。いやもう何食べても美味しいので毎回お任せですね。東京からわざわざこのために来られたんですか？そうです。まあいわばイカが美味しいかなって思います。3ですね。はい、23。結構弾くと思う。あ、危ないです。水がこれ天ぷら。それは日本でまず。と思いますね。この時間帯のこれ
はい、お待たせしました。7番さん。原料で取りからなんか入っちゃうんですよ。離陸が残ってしまうとあるんですよね。その他レディーガードがついてるのがこれだけと横にちょっとワシントンです。ホワイトハウスとかはめちゃめちゃやっぱ近い。プリプリが。イカの食感がすごくあって美味しいです。めっちゃ美味しいです。日本酒も美味しいです。最高、ミラク最高。すいません、関東から来ました。週末取れない、週末入れない。バチですね。千葉です。そうですね。バチ千葉です。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 そうなんですね。小倉を勝ち取りました。やったー。構えてこうやってそうですね。本当に。はい、いらっしゃいませ。渡りガニも。今日が2で、明日が2勝のつもりで。結構毎日来てるんですか？ああ、大体。6？入れますか？6？はい。だってシャーホテルまでだってあれでしょ。はい。こっち。8杯。社長。おはようございます。牡蠣あります。牡蠣はね、天保市が来てないっちゃ。来てない。うん。このサロマの生牡蠣。1匹750円ぐらい。おはよう。
美味しいんですか。トロニシン。あれ、渡りがね、天ぷらでいいか。めっちゃいいこれ。これ以外になんかこれだと刺身相当うまい。バリうまいこれ。シイラ刺身で出すんですか。あ、今の時期だったら、もう油がもうすごいですよね。めっちゃめちゃうまい。これあれがあるよね、ムニエ。ムニエですね。バターで。魚見ながらメニュー考えるんですか。あ、そうそう、もう今日これで全部夜のおすすめと今日の予約の状況でメニュー決めてるんで。これがちょうどいい。一本ちょっと細いけど。いい。これで。1個500円あたる。500円？これ500円？高いよ。で、毛ガニはもしいけたら甲羅でしょって。で、渡りガニもあれまた甲羅で詰めとってあれ全部使う。朝は7時から営業されてますよね。はい。どんなお客さんが来るんですか。病院の勤めてる方とか、夜勤夜勤の方、周りのバーの方、今から出勤する方とか、はい、さ本当に朝ごはん食べて出勤するみたいな、はい、もういろんな方が入り混じります。日本も効率突っ込んどって。よし。ぐらいですかね。なっちゃう。いいものを安く出すにはやっぱりアシャコバトっていう感じ、はい、それはやっぱり量ある程度使えるのでまとめて出れるっていうのが強みですからね。小さいお店ですとやっぱりこうはいかないで。確かに。イカ。来てます。スルメイカです。塩辛を作ります。そうやっぱ量でいうと結構取れるんですけど、また仕込んで冷凍して、はい、もういっぺんには使い切らないのでやっぱり。
抜きをします。はい。手抜きですね。先ほど神経締めして、はい。もう一発で動かなくなって。はい。最初に言われてなかった。お願いします。平日は50から80人ぐらいの間とかですかね。いつでも来ていいように設定しとって。はい。早いです。すごい早いです。水木ごめんってちょうだい。お願いします。
まずサマーで、これが1000年代、カンパチこちらでこのいいので、いいよろしくどうぞ。はい、あなたよろしく。お湯入ります。カウンターベンさんからマジチーマさんです。はいよ。はい、いらっしゃいませ。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。はい、おかえりなさい。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。TV 一番さんです。はいよ。いらっしゃいませ。カウンターベンさんまもなくサウナ機上がります。はいよ。最初お土産いただいてます。払います。はい。刺身もされました。はい。日本。はいよー。イアナゴ入りのとうまいですよね。さあそっちなんかオーダー入ってます？はい、いらっしゃいませ。ありがとうございました。さっきいけるって言っとったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。リオこれ4号。おい、お疲れ様です。お疲れ様です。水着パイレしましょって。普通には。カワハギ、たくさん前から出してもらいです。カラッツのカワハギですね。よいしょ。まあ、魚で新しい形を追求してやっぱ飲食人、まあこういう時期なんでね、飲食人としてやっぱ僕らができること、まずかまどの火を消さないというか、やれること一生懸命やってお客様にまあ寄り添う、要望を全部聞くんで、お客様のわがままに応えるっていうのがやっぱ僕らの心臓かなっていうのはあるので、まあ、こういう時期なんで僕らのできることを、まあ、一つずつ新しい形でしていきたいっていうのは。はい、いらっしゃいませ。
まあ、スタッフのみんなとかにいつも言ってるのはやっぱりその飲食人たるものやっぱりその笑顔で、お客さんが見てやっぱ気持ちいいっていうのをやっぱ僕らは声と形と顔と、動きでやっぱ表現するのは一番大事だよっていうのをやっぱみんなでね一緒にこうずっと探してきた形なので、やっぱだからいってらっしゃいとかおはようございますとか、なんか当たり前のことを当たり前にやることは大事だよっていうのを常々言ってるので、やっぱ気持ちいいですよね、いってらっしゃいって。気持ちいいですね。戻ってきたくなりますもんね。ありがとうございます。そうね、やっぱ本当飲食っていうのはね欠かせないものなんで、やっぱねお家で嫌なことがあったりとか、まあ仕事でいいそのね前向きな話だったりとかって大体全部飲食店が関係してると思うので、お客様に少しでも還元できたら一番楽しいですよね。楽しいですか。楽しそうですもんね。これがこれ一緒回り立つ。いや。もう本当にそのリサ力というか、細かいところの力がやっぱ差が出ると思ってるんで、仕入れ力だったりとか全部そういう面ですね。まあだから一番はリサ力っていうのとリサ力行動力でやっぱあと任せる力、それあと思う気持ち、これが一番大事かなと思います。おい、どうも、ありさん、いってらっしゃい。テーマは屋久島っていうテーマでそうですね、最初26の時に創業して、もう1500万お借りしたんですけど、ちょうど本店のオープンの通帳の中に5万円しか残んなくてめっちゃ大変でしたでもちろんいろいろあるんですけどね、でそのタイミングでまだ子供もちょうど生まれて 3,4 ヶ月だったんで、その時はしびれましたね。5万円からどんどん貯めてったんですか。そうですね、だから1回でも赤字出たらもう会社倒産みたいなありましたありました。はいうちにしかない穴子の形。口の中にうまいものが入ると勝手に人の顔がほころぶから。うまいね。ドラムをドラム。おいしい。満席。今のところ満席なんですよ。この中金属がぐちゃぐちゃ。これで働けてるとことがすごいよね。が喜びたかったら先に相手を喜ばせろっていうことです。いらんいらん。もういらんっちゅうのにカモいらんとるか。よし。さあ、行くよ。市場が休みが日曜祭日と水曜日やけんね。それ以外は基本毎日行くね。今の店はどのぐらいかも25年ぐらいかな。あ、本当ですか。その前はずっと魚屋さん。いいかと思ったらマスクかい。今日はどこぞ。鹿児島。鹿児島。3月見えた。ああ、でかいタチウオは1本1万円越すよ。おい、サンキュー。ありがとうさん。
じゃあ首怪我されてるんですか？これ僕はとんでもないよ。この中金属がぐちゃぐちゃ入ってる。そうなんですね。アダッキューっていうのかな。出てきた写真見てみるか。あ、見たいです。私の首を前から見たらこうなってるんだよ。すごいでしょ。これで働けてることがすごいよね。そう、本当ですよね。うん。すごいです。横から見るとこうなってる。写真が動きよるな。パン潰れてますね。潰れてますね。ポケット入れてくるんだけど潰れない。これのおまけなんよ。なんだ。おまけが出た。なんだ。釜いらんとか。いらんだけに元するけど。昨日こうたんど。なんぼ。300。もういらんちゅうのに一人も。あかんのこれをが。大学のお化けがこれを置いてきたんだ。こっちもお化けが最後持ってくる。自分のこと言わずに何が？聞こえた？お化けは女に限るんじゃと。そうなん。そうよ。男のお化け帰らしないもんな。タチウオとアナゴ。アナゴよ。アナゴかい。あ、アナゴじゃ。そうよ。近畿どっかなかった？なんかこれや。一緒に入ってる。詰め合わせになっとる。高そうなもんの。よっしゃー。は会えないからね。明日会えんのか。そんな寂しい。記念撮影。記念撮影、何の記念撮影？家に使わないと前が。最初に人気者ですね。人気者。まあな、もう50年以上通っとんだけどな、ここにもな。元気よ。最初おいくつなんですか？68。そうなんですね。コースのこれが看板メニュー、アナゴのたたきの原料。
しゃ。昨日電話かけてきて明日会うんだけどひどいやろ。おうしかも朝のこっちから来とんだこっち。これはね、養殖サバ。これはこちらではアマギと言います。アマギですか。うん。関東でイボダイ、エボダイ。関西ではロゼ、ボゼ。シズっていうようなところもあるし、呼び名も違いが、取れ方もいろいろ。ところによって違うっていう。これは梨フグっていうんで、こちらの地方名では名古屋フグ。とりあえず来た人を喜ばせるっていうところ、木が喜びたかったら先に相手を喜ばせろっていうことです。値段とか木をてらったものじゃなくて、美味しいもの、口の中にうまいものが入ると勝手に人の顔はほころぶから、それがないと二度目がない。YouTube ってのは金になるんかい。見る人が増えたら、いやもうまあな、はい、あれって期限があるんじゃないん？いや、ないです。そんなんはないん？ないですね。一回上がったら、そういうことはあれには容量がないん？無限ね。そんなんがあるんか。わしの髪の毛は有限やったぞ。まあ抜け殻も生えてくりゃいいのにな。同じようなことの繰り返し。はい、7番です。今のところ満席なんですよ。申し訳ないです。またよろしくお願いします。無理です。はい、出ません。5時半は。はい、7番です。ちょっと無理だわ。満席。ごめんね。またお願いします。
よし。これはコースの栃木県の常連さん。栃木県から来るんですか？栃木県から年に4、5回来る人。観光平野の常連。島下ビラメ、地物じゃないのならのどぐろとキンキがある。これよし。よしのおすすめは煮つけかかば焼き。よっしゃ。奥からじゃあ奥行っちゃいましょうかね。西日本一なんで。甘い感じですね。飲み仲間か。よく行く道後のカフェバーみたいなところで知り合います。ああ、そうなの。飲み仲間か。いいな。カンパチ、牛トロ、島揚げ、ホタテ、はい、カンパチ、マグロ、サバ、ホタテ、ここは島味。で、イサキ。あ、イサキ旬ですね。そうですね。はい、ありがとうございます。エビは甘いで。はい。火を通せば火を通せばなる。刺身用だけど。ああ、そうですね。うめえなこれ。うまいね。うまい。美味しいね。夏バテよくしらす。そうだ、名物の穴子のたたきがあるかどうかわかんないんだけど、はい、ここでしか食べられないので、ちょっと聞いてみますね。隊長、今日は穴子たたきはいけますか？はい。穴子と穴ぎが出とったら、もううちのオールスターキャストみたいなもん。そうですよね。他に芸がない。あ、いやいやいや。この形をこしらえた時にすごくよく合うんで、代々あるんじゃないですか。ほら、次これだよ。ありがとうございます。はい、うちにしかない穴子のたたき。今出た丸いやつで食べる。あ、どん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 。飯食べる。もみじを楽しい。めっちゃ楽しみ。うまい。食べたことない。あ、ほんまに。うまい。この時代でこの映像技術すごいなって。そう、ポン酢の方。あれはないのこれ。美味しいでしょ。めっちゃ美味しい。
うわ、なんじゃこりゃ。すごいぜ。これはもう全部食べられるので上手に揚げてあるんで、これがYouTube 向きですね。あだんだんね、中骨が当たってくるようになっちゃう。あ、本当ですか。顔出し大丈夫？おいしい。鹿児島大の人は昔めっちゃ好きなんですね。そのあたりで結構近所でこれで実際にあった話これ自体がみたいなでもそんな映画です。貝丼の素です。そこまで混ぜる。また焼き？一個ずつでいい。じゃあちょっと試してみてください。はい。バター焼き2個。タッチゴの焼き物関係がタッチゴ行きましょうか。これ一つずつもらえますかね。とんでもない、これ2.5キロあったんだからね。どこなんですか？鹿児島です。あ、やっぱり鹿児島。金峰はでかいんです。すごい。もうそういうのを風で持ってきてどんどんはい、これの中の12万。これ今日何品来るの？丸いタレで食べてください。お酔いこれ大丈夫かなみたいな。定期便もあるし、行き来してるのを目の前に。これ大木だな。よし。ほら。よかった。あれほら三田明はさ、ふぐらぎかつお。ふぐらぎかつおは安い安い。ありがとうございます。ここに駅前とか大きなホテルの。
で、こんなのがあるね。ほら。東京です。こっちが東京で、僕は東京出身なんですけど、愛媛に会社作って今単身赴任中で、孤独のグルメで出てて行ってみたいな。これはコースの受け、あとのよろしいですか。おすすめをお願いしたい。おすすめは自主性のないことで。じゃあとりあえずお刺身のお願いいたします。はい。一緒に昼もついてくる。マジで結構なもうお父さんはヒロシっていう。暇な時にタオルお仕事お願いします。瞳に乗るっていうのはドラムはどちらでも。ここで撮影したんですよ、先週。キッチンカーで日本一周しながら誰もやってないことをやってみたいですね。
静岡県で高校生の時アルバイトをしてて、歩いて30秒ぐらいのところにお寿司屋さんがあって、松崎ってところ、そこで銀座のカラックさんっていうところで修行した方がお店出してて、それでそこでやった後に銀座行って3年くらいやって、その後は割といろんなところ行ってて、海外志向があったんで一回アメリカとか行こうとしたり、英語喋れなかったんで北海道のニセコのホテルに行ったんですよ。ルトンホテルでそこで半年ぐらい、そこから帰ってきてからイタリアに3ヶ月行って、その後日本丸ってやつ乗って割といろいろなところ行ってて、7年間かな。キッチンカーはもともと高校生寿司始める時に25歳で絶対に独立するっていうのを決めてて、で24歳後半ぐらいでまだちょっとコースの2万3万の単価でっていうのはちょっと早いかなと思ったんで、キッチンカーで生ものってやっちゃいけなかったんですけど、それが3年前ぐらいに法が改正されてできるようになったんで、だけどまだ誰もやってないっていうので、じゃあやっちゃおうかな。今年の1月ですね、半年ぐらいか。思ってたよりはありはするんですけど、始めてから気づく支出がめちゃめちゃ多くて、やっぱ何するにも大変だなと思いますけど。ガソリンの発電機とここにある蓄電機でやって、発電機とかも使っちゃいけないところとかあるんですよ。屋台でも寿司はできないのにキッチンカーで寿司なんてできるわけねえなみたいな、これってよくあるんで、よく取れねえだろうみたいな、取れてるから一人でじゃんって思う。その先駆けっていうのもそれが名前の由来で、自分のこの名前が小林海っていうんですけど、その名前の由来が先駆けの物事の先駆けるっていうか、そういう生き方をできたらいいなと思ってます。誰もやってないことをやってみたいですね。やりたいことは、このキッチンカーで日本一周しながら各地の漁港とか市場とかに行って、で魚仕入れてそこで仕込んで日本一周したいんですよね。美味しいものとか郷土料理とかを全部網羅して、いろいろハードルはありますけど、できたら面白いなと思って、やればやったら多分できると思うんですけど、今日のおすすめです。ごま醤油でお魚をあえて、それを冷やし茶漬けにしてます。限定5食ですね。
仕事終わった後に自分が働いてたところでアルバイトしてて、そこで出会ってって感じ。同い年ですか？はい。同い年。いや、ちょっと上です。福岡に住んでる。福岡からわざわざ。お酒は一応ありはするんですけど、あんまりやってないって感じですね。はい。じゃあ今日10貫。冷やし茶漬け、かすべ。あれはね、煮付けにしようと思ってる。バラチラシ用ですか？そうです。お客さんにどうやったら喜んでもらえるか。どこ行くにも一緒に行ってもらってるんで、大変だろうなと思います。すごく。いやー、お店も持ちたいですね。それも考えてはいるんですけど、キッチンカーまだ中途半端で終わったらちょっとあれなんで、まずはキッチンカーを。でもお店もチャンスがあればやりたいですね。サーモン丼ですね。サーモン丼今やってないんですけど、常連さんなんで。はい。毎週いらっしゃってる時は買いに来てますね。今サーモン丼にハマっちゃって、サーモン丼でたまに違うのも頼んだりするんですけど、来てるのを知らない時期もあったんで、来てるの知ってから毎週木曜日見てよとか、アプリもなんかあるんですけど、アプリも見て、来てます。お店探そうとしたら、キッチンカーだけって聞いてすごいびっくりしたんですよね。いつもありがとうございます。お願いします。またお待ちして。高級業態とかもないじゃないですか。そんなボンボン宣伝しないキッチンカーとか知る人ぞ知るみたいなのにしたいなっていうのはあるんですけど、全部改造も込みで300万ぐらいです。何回かはい走ってくれて、でちょっと出張とかで来れてなかった時に来てくださってて、ちょっとお久しぶりです。お寿司は？美味しい。わさびも美味しい。この間なんてバラじゃなくて、なんか切り身が乗ってる貝ごま。そうタイのごま醤油漬けとマグロの漬けの丼です。会いたくなりました。どれくらいやってるの？半年。そんな長らくじゃない。半年はぐらい。めっちゃ買いたいお店残ってね。本当ですか？お寿司屋さん他にもあるじゃないですか。ここで買う理由は何？こんなとこにね、で、これで味見をしようと思って、それが美味しくて、なんかなんだけどお休みで、若い夫婦かどうか知らないけど、頑張ってらっしゃるからね、応援してあげようかなと思ってます。いや、こちらこそ。ありがとうございます。じゃあ失礼します。すごいんですよ。水出しぐらいがちょうどいいのかもしれない。
産卵期前で卵持ってないんで、産卵期前っていうか卵持ってないやつなんで油が乗ってるっすね。なかなかありがとうございますって言えないですよね、パートナーの方に。ありがとうございます。それがうまくいく秘訣ですもんね。なるほど、間違いない。ありがとうございます。わさびもここ添えていい？でもさ、アップダウンがわかんないんだけど。あー、コース。そうです。あー、あれはディナーですか？お店でディナーやってたりする。ああ、はいはいはい。おげいます。少々お待ち。ああ、落ちちゃった。ミニバナナといや、久々よ。はい。わさびの下よ。最近本当になんか本当だったらもうサラリーマンとかを目当てにするんだったらもうちょっと単価下げて1000円いかないぐらいの丼とかやった方がいいと思うんですけど、お客さんの声とか聞いてても美味しいものだからそのままでやってほしいっていう方が結構いらっしゃるので、そしてこの値段で言ってるけど、食べてもらったら美味しいじゃんってなると思うんですけど、食べてもらうまでがねちょっと高いハードルが。10で、あさってが午前中に37、夜8。
こにちょこちょこ集まってきてくれてるんですけど。ここでお酒持参で来る方もいらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったらまたぜひ。ありがとうございます。このたくあんを薄く細く切るのがバラちらしの一つのポイントです。お願いします。わさびがおひつ。すみません、お待たせしました。白身がマトウダイです。マトウダイで、その隣が天使のエビ、中トロ、ホタテの佃煮です。エビホタテの佃煮にしてます。で、これが煮穴子で卵返しです。ありがとうございます。またお待ちしてます。赤身、これがマトウダイ、これが天使のエビ。
しよっか。パックでこれにしよっか。赤身、マトウダイ、サーモンですね。収集車外かな。外か。アオリイカです。天使のエビです。トロ、中トロです。トマトが失礼します。日本一周して各地の美味しいものとか郷土料理とかを知り尽くしてそのお客さんに合わせたコースをお客さんごとに作るっていう、そういうのできたらめちゃめちゃいいなと思って、そういうのやりたいなと思ってます。柔らかいのがカスゴダイの持ち味だと思うんで。は東京から2時間くらいだったらマジですか。千葉でも静岡まで行ってましたよね。静岡まで行きます。三島ギリ三島まで行きますね。たまに下田とか行ったりします。あれで行くか前日にクール便で送ってもう仕込んでもう握る状態にして送るか。塩で
2月寒い時期からですね、最初はここでつまんでお酒を飲んだり、まあ大体それからもう帰りにして、もういつもどっちでも楽しみで、数えきれないんですよ。会場本当に美味しいし安いし、でいろんなこう背後の話とかも聞かせてくれる感じですね。なんでもやっぱその時の旬のものを食べさせてくれるので、バラちらしなんかも